私が試乗しているのはヤマハが発売したばかりのコンパクトなスポーツスクーターマジェスティ S です。発売以来このマジェスティ S のレビューを早くやってほしいというリクエストを大変多くの方からいただいていました。ということで、今日は一日このように高速道路、そしてワインディングなどを走りながらこのマジェスティ S の魅力をお伝えしたいと思います。まず外観なんですけれども、例えばフロントには LED のポジションランプ、そしてリアのストップテールランプにも LED が使われているということで、とても現代的なデザインが一つの大きな特徴になっていると思います。排気量が 155cc となっているんですけれども、車体自体はとてもコンパクトですね。ホイールベースは 1405mm ということで、やや長めのホイールベースが与えられているわけですけれども、車体重量は 145kg ですから、取り回しに苦労するというようなことは全くありません。給油口がちょうどライダーの膝の前あたり、この辺りに設けられているということで、給油自体もとてもやりやすいんですけれども、燃料タンクの容量が 7.4 リットルということで、このクラスのスクーターとしては、もう十分すぎるほどの容量が確保されている、これもこのマジェスティ S のいいところだと思います。シート下のトランクの容量は32リットルということで、ちょっと少ないかなと感じる方も多いかもしれませんけれども、ラゲージスペース全体において深さが確保されているので、想像以上に物が入る、とても使いやすいシート下のラゲージスペースとなっています。排気量が 155cc ということで、タンデムでちょっとしたツーリングに出かけるというようなこともあると思うんですけれども、ヘルメットホルダーが2個用意されているので、そういった出先でも不便を感じることがないと。とても細かい部分ではあるんですけれども、配慮が行き届いている、これも大きな特徴だと思います。 500cc のペットボトルがちょうど2本ぐらいですかね、入るぐらいのポケットも用意されていますし、アルミ製の丈夫なコンビニフックもこのポケットの上側に用意されています。エンジンなんですけれども、水冷4ストローク4バルブ SOHC の単気筒エンジンを搭載しています。排気量は先ほどからも言っている通り 155cc ということで、とてもパワフルに感じられます。最高出力は15馬力、最大トルクは14ニュートンメーターということで、この車格に対しては十分な能力を持っているエンジンと言えると思います。ボアストロークは 58mm×58.7mm ということで、ややロングストロークではあるんですけれども、ほぼスクエアな設計となっていて、低速からの十分なトルクが感じられて、このエンジンの設計の良さというか素性の良さ、それが感じられる部分だと思います。プログレッシブピボットマウントが採用されているということで、エンジンはかなり一生懸命回っているという感じではあるんですけれども、不快な振動はほぼ伝わってこない快適な乗り心地を実現しています。次に車体周りなんですけれども、前後のサスペンションは、リアはスクーターとしては一般的なユニットスイング式を採用しているんですけれども、サスペンションユニットをほぼ水平近くまでレイダウンさせたヤマハお得意のモノクロスサスペンション、このモデルについてはミッドシップダンパーと呼んでいるようですけれども、このコシのある乗り心地、そして後ろから見た場合にサスペンションのバネが見えないすっきりとしたリアビューを形成するのにも役立っていると思います。そしてフロントのサスペンションについては、一般的なロードスポーツと同様のテレスコピックフロントフォークを採用しています。そして前後ブレーキですけれども、フロントブレーキは 267mm のウェーブ形状のディスクを持つシングルディスクブレーキ、そしてリアは 245mm のディスクを持つシングルディスクブレーキとなっています。足回りの設定は前後ともに固めにチューニングされているんですけれども、シートのクッションがかなり厚めに設定されているので、乗り心地自体はとても快適ですね。今エンジンの回転は8000回転ぐらいですね。7500回転がピークパワーの発生回転比ということなので、最もパワーが出ている回転数だと思うんですけれども、今ちょうど100キロちょうどぐらいですね。ちなみに最大トルクの発生回転数は6000回転ぐらいということなんですけれども、その6000回転に満たない領域でも低速から十分なトルクが発揮されていて、高速道路に限らず市街地走行も含めてかなり走りやすいモデルだと言えると思います。いよいよヤマハのマジェスティ S でワインディングを走り始めました。まず高速道路でコメントできなかった部分の補足なんですけれども、これだけコンパクトなボディでありながら高速道路を走っている時の直進安定性がとても優れているというのが印象的でした。前後ホイール、タイヤは
13インチ、そしてフロントの幅が120ミリ、リアの幅が130ミリということで、近年流行りのやや大きめのホイールを装着したスクーターとは違って、どちらかというとオーソドックスな設計なんですけれども、ホイールベースは1405ミリが確保されているということで、これによってですね、優れた直進安定性を生んでいるんではないかと思います。そしてですね、いよいよワインディングを走り始めたんですけれども、日本でのモデル名がマジェスティ S ということで、マジェスティシリーズの中の1台というような印象が強いわけですけれども、どちらかというと走りの全体的な印象としては TMAX530 に近いような、そんな感じの走りですね。車体全体がとてもしっかりしていて、前後のサスペンションもハードに設定されているということで、走りの凝縮感、こういった部分に関しては TMAX530 と共通する部分があるという印象ですね。一般的なスクーターと違ってエンジンの回転だけがヒュンヒュンと上がってしまうというわけではなくて、右手を開ければ開けただけ駆動力、いわゆるトラクションが後輪に発生するということで、味付けとしてはやはり TMAX530 に近い感じの味付けになっているなと思います。このマジェスティ S はこの乗り降りしやすいフラットなステップボードの真下に重心があるような印象があって、一般的なスクーターが重心がですね、こう後ろ寄りになってしまっているのに対して、スポーティーであるし、そして安心感が持てる、そういった走りになっているように思います。フロントフォークもですね、ストロークの奥の方では踏ん張り感もあって、そしてなおかつしっとりとした作動性もあって、一見何の変哲もない成立式のフロントフォークに見えるんですけれども、かなりよくできているなという印象ですね。リアルサスペンションの方も、乗り味固めではあるんですけれども、サスペンションが大きく動けば動くほどしっとりと路面を捉えてくれていると思います。サスペンションと同様、この前後のタイヤもケース合成がしっかりとしていて、グリップ感は十分ですね。この前後ブレーキの味付けに関しては、さすがヤマハと感じられる部分が多いですね。このリアのブレーキは 245mm のディスクを持つシングルディスクブレーキとなっているんですけれども、制動力も十分で、レバーを握り込んだ時のコントロール性もとてもいいんですね。スロットルを開けながらリアブレーキをかけていくという、そういった時もですね、左手のこのレバーでですね、自由自在にコントロールできるという感触があって、とても使いやすいですね。そしてグリップ力に優れるタイヤと相まって、なかなかこのリアブレーキロックしないんですね。フロントブレーキの方はリアに対してやや制動力は弱めに調整されているんですけれども、レバーを握った時のコントロール性にとても優れていて、この前後ブレーキに関しては実に印象がいいですね。よく海外生産のモデルで、ウインカーの動作がもっさりとしていたりとか、ウインカーが作動している時のインジケーターが見にくいモデルが多いんですけれども、このマジェスティ S のこのメーターパネル、そしてウインカーはとてもよくできていますね。特にウインカーに関しては、スイッチを倒すとすぐに点灯して、インジケーターもかなりはっきりと明るくシャキッと見えるんですね。リズムよく走るためにはとても必要な部分だと思うんですけれども、こういった地味な部分、細かい部分もとてもよくできているなと思います。ライディングポジションに関しては、シートは長くできているんですけれども、シートストッパーがある関係で、ゆったりという印象ではなくて、かなりタイトなスポーティーなライディングポジションと思います。このマジェスティ S に関して残念な点があるとすれば、高速道路を走れるモデルではあるんですけれども、ウィンドプロテクションに関しては一般的な小型スクーター並みと言っていいんじゃないかと思います。そしてもう1点、パーキングブレーキが省略されているんですね。リアブレーキのレバーを固定するだけの簡単なものでもいいと思うんですけれども、パーキングブレーキがあれば便利だったかなと思います。価格の方は税別で32万4000円ということで、決して安価なスクーターではないですけれども、これまでご紹介してきた通り、優れた走行性能、スポーティーな走り、そして細部までよく作り込まれた装備、そして利便性、こういったものを考えれば、この32万4000円という価格は十分に納得できるものだと思います。